皆さんこんにちは。ヤブデッサン講座の藪下です。今日は準備編3として鉛筆と消しゴムの使い方についてお話をします。1番目、鉛筆の削り方と持ち方について。2番目、直線曲線を書く練習。3番目、消しゴムの使い方。4番目、明暗の10段階グラデーションの製作についてお話をします。まず1番目の鉛筆の削り方から始めましょう。デッサンをする鉛筆はこのようにカッターナイフで削ります。六角形の鉛筆の山の部分に刃を当てて削っていきます。カッターナイフに親指を押し当てて、親指でカッターナイフを向こうに押すようなつもりで、または鉛筆を手前に引くようなつもりで削ります。危ないのでカッターナイフそのものを前に動かすような削り方はしません。あくまでカッターナイフは親指で押すだけで動かさないようにします。だいたい削れたら芯先の部分はカッターの刃を動かして先を尖らせておきます。通常の字を書くときよりも鉛筆の芯先の部分はデッサンでは長く出します。これは線を描くことを多用しますので、すぐ芯先が丸くなってしまわないように、また鉛筆を寝かして鉛筆の腹で線が描けるようにするためです。次に鉛筆の持ち方です。字を書くときにはこのように持っていますよね。デッサンをするときにこのように持つのは、デッサンが完成に近づいて細かいところを丹念に書き込むときにはこのような持ち方をします。当たりを取ったり、デッサンの最初の方で大きく鉛筆を動かすときは、このように鉛筆の芯先と指との間の距離を空けて鉛筆を長く持ちます。長い線を書くときは肩から腕を動かすつもりで書きます。また短い線を書くときは鉛筆の芯先を安定させるために小指を支点に使うと書きやすいですよ。また親指と人差し指で軽く持って筆圧を抑えて薄く書くときにはこのような持ち方もします。早速削った鉛筆を使って直線を書く練習をしてみましょう。鉛筆はこのように持ちます。画用紙を横向きにして水平線を書いてみましょう。水平線は画用紙の上の縁と平行になりますから、平行になるように素早く鉛筆を動かして線を書いてください。試しにゆっくりとした速さで線を書いてみます。注意深く直線になるように書いても、このように線がぶれたようになってしまいます。このような線は目立ちすぎますから、デッサンではできるだけ素早い線を描くように心がけてください。それでは水平線を描いてみます。私たちの腕は指、手首、肘、肩の関節を中心に円運動をしますから、慣れないうちはどうしても水平線ではなく山なりの曲線になりがちです。まっすぐな線を引くには、まっすぐな線を引くぞという意識を持つことが大切です。慣れてくれば徐々に等間隔の水平線を描けるようになっていきます。このように右下がりの線になる人は少し右上がりの線を描くつもりで、また山なりの曲線になる人は少し逆向きの曲線を描くつもりで描くと水平線になると思います。素早く線を描くとこのように返しが出ることがありますが、これは非常に邪魔になりますので、この返しが出ないようにもう少し左の方まで鉛筆を移動させて
鉛筆が右向きに動き出してから書き始めるようにしてください。次に垂直線を書いてみましょう。先がぶれないように素早く線を書いてください。垂直線も肩から腕を動かすようなつもりで素早く線を書きます。それでは画用紙の端まで垂直線を書いてみましょう。どうでしたか？うまく線が描けましたか？デッサンの鉛筆の動かし方も身体運動ですから、そのうちに体が鉛筆の使い方を覚えることと思います。直線はいつもまっすぐに描くぞという気持ちで描いてください。次に斜めの線も練習してみてください。次に曲線を描く練習をしましょう。鉛筆はこのように持ってこのように動かします。基本的に平面は直線で描き、曲面は曲線でデッサンします。紙コップや球体などの曲面を描くときにこの曲線を使います。曲線も素早く描けるように練習をしてみてください。3番目、次に消しゴムの使い方です。これはデッサンでよく使う練りゴムという消しゴムです。袋から出してよく練ってみます。練りゴムが新しい間はよく練って左右に伸ばすとこのようにすごく伸びます。左右に伸ばしたら素早く元に戻さないとポタッと下に落ちてしまいますよ。練りゴムの使い方は濃くなりすぎたところを明るくするときによく使います。普通のゴムの消しゴムでは完全に書いたところが消えてしまいますが、練りゴムでは望む明るさまで徐々に明るくすることができます。では使い方ですが、練りゴムをよく練ってこのように平らなところに押し付けます。押し付けて練りゴムの底面を平らな状態にして明るくしたい部分を軽くトン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 と押し付けるようにして鉛筆の粒子を取ることで濃い部分を明るくしていきます。黒くなったところを内側に練り込んでまた同じ作業を繰り返します。あまり勢いよくバンと押し付けてしまうと練りゴムの形に明るくなってしまいますから、そこは気をつけてください。他にもガラスコップや金属をデッサンするときにキラッと光ったハイライトの部分を明るくするために練りゴムを指先でつまんで細くして明るくしたい部分に何度も押し当てて好みの明るさにします。また練りゴムを細く尖らして画面に押し付け天井に明るくしたりもします。また練りゴムをヘラ状に伸ばして画面上をさするようにして明るくすることもあります。
その他にこのように広い面積を明るくしたいときに練りゴムを棒状に伸ばしてデッサンの上を軽く転がしてやります。そうすると消しムラが起こらず全体を明るくすることができます。明るくしたい部分だけを露出させてこのように使うやり方もあります。次に硬い消しゴムの使い方ですが、通常皆さんが使ってきたような消しゴムは画面を真っ白にするとき以外はあまり使いませんが、このようなデッサン用のノック式の細い消しゴムもあります。この消しゴムは先ほどのガラスや金属のハイライトの部分のような細くてもすごく明るい部分、画用紙の白さが必要な部分に使います。やぶしたの場合は大概練りゴムで描いてしまいますが、このノック式の消しゴムの方が使い勝手が良い場合もありますので、一つ買っておいても良いと思います。これはおなじみのプラスチック消しゴムですが、真っ白に消すとき以外はあまり鉛筆デッサンでは使いません。4番目、次に10段階の徐々に変化する明暗、10段階グラデーションと言いますが、を書いてみましょう。このように一辺3センチの正方形を横に10個並べます。一番左は画用紙の白さのまま、一番右は真っ黒にします。この真っ白から真っ黒までの中間の正方形の明暗を徐々に変化するように鉛筆で描いていきます。鉛筆は 3H から 4B までの濃さの鉛筆を使ってください。デッサンではこの10段階の明暗の変化を使いますから、デッサンをするときにはこのグラデーションの紙を手元に置いておくのも良いと思います。各正方形の塗り方は鉛筆の線を重ねて描いていくように塗ってください。まず一番右の10番の正方形を真っ黒に塗ります。次に6番の正方形を中間の濃さに塗り、次に3と8を塗り、間を埋めていきます。最後に全体の明暗を見ながら微調整をします。はい、皆さんいかがでしたか？準備編3として鉛筆と消しゴムの使い方についてお話をしました。1の鉛筆の削り方と持ち方、2の直線曲線を書く、3の消しゴムの使い方、4の明暗の10段階グラデーション、どれも実際にデッサンを描いていけばなるほどと合点がいくことばかりだと思いますから参考にしてみてください。他に準備編として1、デッサンについて、2、デッサンに使う道具と姿勢について、4、一点通しと二点通しの考え方について、5、測り棒による比例と傾斜の測り方について、以上の動画を概要欄に上げておきますから、そちらの動画も見ておいてください。それでは今日はこれでおしまいにします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんごきげんよう。